タクシーに乗ってきまして JR 東京駅八重洲口に到着です。今から日本で一番豪華な新幹線の座席をご紹介します。ありがとうございます。すいません。はい、失礼します。すでにインターネットで予約は済ませてあります。駅の指定券売機で予約した切符の受け取りをします。今回皆さんにご覧いただくのは東北新幹線の一番豪華な座席グランクラスです。これを一番速い列車はやぶさ号に乗って楽しめます。東京駅から利用する場合に限り飛行機の国際線のラウンジのようなビューゴールドラウンジというのを使うことができます。これはグランクラスのお客さん専用です。他にもビューカードのゴールドカードを持っていて東京駅を出発する特別急行列車のグリーン車を利用する場合にはこれを使うことができます。中はかなり静かです。お客さんも3人ぐらいしかいませんでしたね。今まで使ったのは 2,3 回ありましたが、毎回行っても大体こんな感じ。とても静かな空間です。ビューカードのゴールドというのは右上のようなやつでして、でこれね、インターネットの予約をするときに 8% ぐらいポイント還元があるのかな。相当お得なカードですので、作れるなら作った方がいいんじゃないかという考えもあります。こんな感じで入るといろいろくれます。おしぼりとか飲み物、あとはお菓子をくれます。ソフトドリンクもくれまして、今はウーロン茶をお願いしてもらいました。普段だったらお酒もあんのかな。それからね、最近新しいサービスを始めたのか、こんなお土産用のお茶までくれました。これどうぞお持ちください。袋に入れてプレゼントです。それでは時間になりましたので、新幹線改札の中へ。最速列車のはやぶさ号は基本的に1時間に1本。お客さんの多い時はこれが増発運転されます。16時20分発のはやぶさ号に乗車。ホーム上には最新型のE:go系が2つ止まっています。私の乗るグランクラスははやぶさ号の一番先頭の車両。お隣に秋田行きの小町号がつながっています。グランクラスの車両10号車は普通車やグリーン車とは完全に区分されています。グランクラスと書かれた扉にもご利用にはグランクラス券が必要です。ご利用以外の入室はご遠慮くださいと書かれていて、これがしかも二重に貼ってあります。券を持っていない人が入ることは許されていません。これがグランクラスの客席。今回お客さんは2人ぐらいしか乗っていませんでした。混んでいる時期もそれはあると思いますけれど、基本的にグランクラスの座席は結構ゆったりと周りのお客さんとの距離が近づくことはなく、のんびり利用することができると思います。東京側には2つのターミナルがあって、新幹線は東京駅を出た後5分ほどですぐに上野駅に着き、ここでもお客さんを拾います。10号車と書かれているところの扉が今開いていたのが見えたと思いますが、あれは駅に到着をするたびにアテンダントさんが扉の前で乗ってくるお客さんを出迎えているのです。そのため一旦ドアが開いていました。上野駅を出るといよいよ新幹線は少しずつ速度を上げていきます。私も上着を脱いで、今換気の関係で気温がちょっと上がり気味のようですからね、脱いでおかないとちょっと暑いと思います。ここに引っ掛けるところがあります。多分本来は帽子掛けなんですけどね、上着をかけても問題ないでしょう。そして座席は電動リクライニング、ボタン一つでこのように簡単に操作できます。足元もこのようにいろいろ細かく動かせます。さらに靴も脱いでしまうことにしました。こんなボロボロ靴ではグランクラスに似合わないでしょう。この靴の代わりに車内で履いておくためのスリッパももらえます。これは使い捨てタイプのものでかなりしっかりしていますが、自分で持って帰ってお土産にもいいでしょう。さらに座席に着くとすぐこのようなおしぼりを持ってきてくれます。前はね、もっと普通の布のおしぼりだったんですけど、今多分コロナの関係で個別包装タイプのおしぼりに改められているようです。こういうゴミはここら辺に置いておくと知らないうちにアテンダントさんが片付けてくださいます。そしてここにありますのがテーブル。かなりしっかりとした食事をするにも便利なテーブルです。前後にスライドすることができます。またここに挟まっているのは飲み物のメニューです。座席に着くとすぐに飲み物の注文を取りに行きます。グランクラスの車内ではお酒や温かい飲み物、冷たいソフトドリンクなど何でも飲み放題です。ただし今は新型コロナウイルスの関係でアルコールの注文はできないそうです。私はもともと飲まないんで関係ないんですけども、その中で一番上等なソフトドリンク、リンゴジュースを持ってきてくれました。ちょっとツルツルして怖いんじゃないか。実際には必ずこのようなしっかりとしたコースターと一緒に持ってきてくれます。このコースターはかなり滑り止めの能力が高く、これの上に置いておけばガラスのコップでも落ちることはまずないでしょう。飛行機を思わせるような読書と
手で弱く回すだけで簡単に点灯します。実際読書灯としては結構便利です。次は仙台に停まります。読み応えもなかなかいいと思います。列車は埼玉県のターミナル大宮に停車しました。大宮からまた東京都西部のお客さんもぞろぞろ乗り込んできます。ただしグランクラスのお客さんは東京駅からずっと変わりませんでした。大宮を出発した列車は速度を上げ、いよいよ時速200キロ以上の新幹線らしい速度になります。Ladies and gentlemen, welcome on board the Tohoku Shinkansen. This is a Hayabusa Super Express bound for Shin Aomori, combined with the Komachi Super Express bound for Kamita. Stops will be made at Sendai, Morioka. 大宮を出るとすぐ次の停車駅が目的の仙台です。大宮仙台間かなり離れていますが、はやぶさ号ではもう1時間と少々で着いてしまうんじゃないかな。昔はもっとかかったと思いますけどね。最近時速320キロでの走行が当たり前となりまして、東北新幹線の旅もどんどん短くなってきています。ここで新潟県方面もしくは長野県北陸方面に向かう上越新幹線と分かれていきます。この分かれ方はなかなかかっこいいですよね。大宮を出てもまだすぐには320キロの走行はしません。この先栃木県の宇都宮を過ぎてからいよいよ300キロオーバーの速度を出します。そこまでは275キロでの走行です。これ視聴者の方に教えていただいたんですが、騒音対策の関係だと、そういう話を聞きました。それでも旧型車よりは随分速い275キロで走ります。それではお楽しみのお食事の時間です。グランクラスに乗りますと必ずこのようなお食事をもらえます。お金は払う必要はありません。さすがにおかわり自由ではないんですけれども、無料で食べることができます。飲み物はもちろん飲み放題です。さらにこのようなお菓子のセットもくれます。右手はおつまみ、左手はパウンドケーキでした。そしてこれお弁当といいますか、お食事、軽食と呼ばれているものですが、かなりしっかりしています。こんな綺麗な掛け紙までつくようになったんですね。これ昔からこういうのやってたかな。中身、今回はちらし寿司スタイルでした。江戸前寿司っぽいですね。エビとかね、アナゴとか昔の東京湾でも取れたんじゃないですか。窓はそれほど大きくありませんが、しかし結構いい位置についていまして、かなり大きく感じる窓です。その窓から外を見ていると、ちょうど列車が先ほどご案内した宇都宮を通過しました。前を走っている各駅に止まっていくタイプの新幹線を追い抜いたみたいです。今269キロで走っていますが、これからいよいよ速度を上げていくはずです。さっきまでの限界ポイントであった275キロも過ぎて、時速300キロ以上の高速度をめがけて加速していきます。速度を上げながら外の天気の様子を見るとどんどん悪くなっていっています。今北に向かうほど天気は悪いようなんですけれども、時速300キロものすごい勢いで北へ向かっていますので、窓から外を眺めているだけでみるみる天気が悪くなってきます。こういう時が新幹線の移動の速さを実感する瞬間ですよね。あっという間に雲の中、そして雨の中へ入ってしまいました。このグランクラスは飛行機のファーストクラスをどうも手本にして作られたもののようですが、飛行機のファーストクラスと違いまして、天気が多少悪くても列車が大きく揺れて怖いとかそういった思いをすることはありません。飛行機は100万円払ってもファーストクラスに乗ったとしても揺れるときは揺れますからね。この点は新幹線の方がお買い得かもしれません。残念ながら飛行機は3倍ぐらい速度を出すことができてしまうんですけれども、それはお互いそれぞれの長所があるということでね。時速310キロまで上げました。まだあと時速10キロメートルぐらい伸ばすことはできますが、これはね、あんまり本気で320キロを走り続けるということはないようです。列車が遅れた時などの余裕に残りの性能は取ってあるようです。それでは引き続き持ってきていただいた軽食を食べます。これはね、なんかトウモロコシが中に入った揚げ物みたいな、多分鹿児島県の名物のさつま揚げに近かったんじゃないかなと思いますね。時速300キロで走っていますから、どんどん景色も変わります。ご飯を食べ終わらないようなうちに次々駅を過ぎていきます。今通過しているのは那須塩原、東京の近郊と言っていいかな。ここら辺までギリギリ近郊という地帯で、近くには那須高原があり、この辺りでリゾート気分を味わうという人が多く訪れるようなところです。お弁当はほとんど食べ終わりました。
こに最後に取っておいたものがあります。これホタテですね。上に貝ひもが何個も入っていて、それを全部取り除いたら最後に一番底の部分に貝柱が入っている。これなかなか美味しかったですね。グランクラスは基本的に JR 東日本の駅弁を販売している会社が製造しているんですが、その中でも特別上等なものを入れているという感じがします。飲み物も飲み放題。お弁当に合うのは結構味が濃いからね、甘いものも合うと思いますよ。このリンゴジュースも特別に美味しいものです。 JR 東日本の沿線、日本で一番のリンゴの産地青森県のリンゴをたっぷり使っています。ストレートジュースです。そこら辺のアップルジュースとは出来が違います。全部食べ終わりました。やっぱ綺麗な環境なんで、なるべく綺麗な状態で戻しておこうと思いましてね、こんな感じにしたんですけども、今横の座席が空いていましたから、そこのテーブルの上に置いておいたら後で避けてくださるでしょう。時速300キロでの北上を続けますので、天気もどんどん変わっていきます。今列車はすでに福島県内に入っています。まもなく県下第一の都市郡山を通過します。福島県というとね、福島市が県庁所在地ですので、そこが人口が多そうなんですけれども、実は郡山の方が人口が多いと、そんなところです。向こうにも那須の号が止まっています。あれにもグランクラスがついていますが、向こうが3000円安い代わりに車内での食事や飲み物のサービスはつきません。その特権である飲み物のサービス、すいません、飲み物おかわりお願いします。アテンダントさんをボタンでお呼びして、今度はハーブティーを持ってきていただきました。まださっきもらったお菓子などもたっぷり残っていますので、お茶と一緒に合わせて飲むと美味しいと思います。中身はこんな感じ。右手のあられは多分10年間ぐらいずっとこういう感じで売ってますよね。で、左手のパウンドケーキですが、これはですね、ここに説明書きが書いてあるんですけれど、季節によって物が変わるようでして、今は新潟県妙高市産ほおずきのジャム、ほおずきって食べられるんですね。そういうふうに、それ知らなかったですけども、新潟県妙高市というのも先ほど大宮の先で西側に分かれていった上越新幹線に続く北陸新幹線の沿線、 JR 東日本では沿線の価値を高めるということにかなり積極的です。ちなみにこれを監修しているのは JR の最高の豪華列車トランスイート四季島の料理長の方だそうです。ずっとそれも変わってないですね。四季島の料理長の方が担当されています。これがハーブティーですが、これ蓋を開けるとパッとすごいいい香りが自分の周辺に漂ってきまして、インテリアとしてもなかなかいいんじゃないかと思うようなものです。これ美味しいですよ。吸着能力が高いコースターが下についたままになってますね。落ちちゃいました。拾ってまた乗っけておきましょう。これはね、こぼさないためにもすごい重要なものですので、このコースターはよく活用した方がいいと思います。これで置けば大丈夫です。このパウンドケーキは美味しいんですけれども、結構ポロポロこぼれますので、袋に入れたまま食べた方がいいでしょう。座席の上がね、パウンドケーキの粉だらけになります。ちなみにグランクラスはなんか一旦座ると自分が降りた後もその席は他のお客さんが利用しないという決まりにどうもなってるみたいですね。なんかそんな話で聞いたことがあります。列車は今福島県県庁所在地の福島を通過。山形新幹線と東北新幹線のやまびこ翼号が分割しているのが見えました。山形新幹線はここから先東北新幹線から分かれて地面の上を走るようになります。東京駅を毎時20分に出ていくはやぶさ号に乗ると、基本的に福島の駅で切り離しをしているやまびこ翼号の姿を見ることができると思います。トンネルの中の様子はいいですよね。天気の様子がまた変わってきました。今日は台風が接近している関係で大気の状態もあんまり安定じゃないのか、雲の様子が目まぐるしく変わっています。それを目まぐるしい速度で移動しながら天気の違いを楽しむ旅、こういうのもいいかもしれませんね。東北新幹線といえばね、左手に見える山並みがとても綺麗なんですけれど、これはこれで珍しい経験をしたと思います。手元にあるあられもなかなかいいものがいろいろあってですね、これは周りにごまをたっぷりまぶしてあって、口の中に入れて噛めばもう口の中がまさになんかセサミストリートみたいな感じの味になりますよね。おー、すごい匂いだ。もうついに最後の途中の通過駅白石沢を通過してしまいました。こんなに早く。ご案内いたします。ただいまこの列車は白石蔵王駅をほぼ時刻通りに通過しております。あとおよそ10分ほどで車掌さんもあと10分ほどで仙台に着くと言っています。要するにこの最高の座席はあと10分でもう降りなければいけないわけです。残念だな。
東北新幹線が速くなることはグランクラス利用者にとっては悲しい知らせかもしれません。しかし安心してください。これ仙台に17時51分に着きましたら、私は6分でもうすぐに折り返してですね、また帰りもグランクラスで東京まで帰る予定です。だからもう一瞬で戻ってしまうわけですが、しかし引き続きグランクラスを利用し続けることができるわけです。とりあえずせっかくですのでリクライニングを全部倒してみます。これかなりに複雑な動きをしますので、全部倒してみるのも一度はやってみられたらいいと思います。後ろに壁がついていまして、全部リクライニングを倒したとしても後ろに座っている他のお客さんの邪魔にはなりませんし、そもそもあまり乗っていないので後ろの人を気にすることはありません。お気楽な時間です。寝るときはね、ブランケットとかアイマスクとか頼むと持ってきてもらいますので、また帰りにやってみようと思います。帰りの列車で紹介します。外がどんどん今度は晴れてきましたね。おお、300キロという速度のその素早さを感じます。雲が随分低いところにあるので列車の速さもより強調されている感じです。まもなく仙台です。仙石線、仙山線、常磐線、仙石東北ライン、仙台空港、空の上の方を見ると飛行機雲もいっぱいありますね。南北線、東西線は戻って今年の夏も特にコロナの感染拡大が激しかったですから、いや8月以降ね、ちょっとどうしたもんかなと、あんまり外へ出かけてないんですが、まあこの景色が今年の夏の思い出ということでいいですかね。 We will soon make a brief stop at Sendai. Passengers. 降りるに際し上の網棚から荷物を取り出しますが、もうこれもまるで飛行機です。確かグランクラスはね、JAL の国内線をなんか参考にして作ったみたいな話も聞いたことがありますけど、本当にそんな感じ。しかしシートベルトがありませんので、その分より快適かと思います。こういう風にバゴンと扉を開けてその中から荷物を取り出す方式の網棚は多分新幹線だともうグランクラスしかないですよね。さあ仙台に着きました。車内にはまだ1人だけ残っておられますが、ほとんど全員降りていきました。そもそも今回グランクラスね3人くらいしか乗ってなかったんですけど、あんま関係ないんですけど、ここまで乗ってきた飯後系新幹線および連結されている赤い秋田行きの E6 系新幹線、この2つとも先頭の車両はとても長い顔をしています。ロングノーズと呼ばれている形です。これ日本の山がちな地形が関係しておりまして、山がたくさんありトンネルもたくさんあるのでトンネルにどんどん入っていくわけなんですが、入るときにですね、先頭がこのように鋭い形でないとどうしても衝撃波を発生させてしまい、さまざまなところに影響をきたすのでこうなっているそうです。空気抵抗を減らすための工夫です。そしてこの形こそがグランクラスの誕生のきっかけとなったと言われています。車両1両の長さはおよそ25メートルと決まっています。そしてこの先頭車両には空気抵抗を減らすためにこのような特殊な作りをしなければいけないので、先頭車両の客室は小さくなってしまうんです。こちらは9号車のグリーン車、続いて8号車以降は普通車ですが、どれも1両の長さが結構長く感じますね。要するに客席のスペースが先頭車両と比べても大きいわけです。どうしても小さくなってしまう先頭車両、その小さなスペースを何かうまく活用する方法はないかということで、グランクラスという小さくて特別な空間が生まれたとされています。さて実は私は向こう反対側に入ってきた列車にもう乗って折り返し東京に戻らなければいけません。時間ギリギリですよ。でも焦って慌てて階段を登ってる人もいましたけど、そこまで慌てる必要はありません。仙台駅での停車時間、反対列車の停車時間はとりあえず3分ぐらいあります。帰りのこの列車は E6 系との連結はしませんで単独で走るようです。顔があまりにも長いのでどういう写真の撮り方をするかによって見え方がどんどん変わってきます。時速320キロというのはただ速度を出すパワーだけ持っていれば達成できるという数値でもないのです。帰りももちろんグリーン車、間違えました、グランクラス。帰りは1人掛けの席を利用することにします。グランクラスの座席は横3列掛けとなっていて、1人で利用するか2人で利用するかだったらまあいいんですけど、3人以上で利用する場合はですね、座席の回転とかそういうことをすることはできないので、
それぞれバラバラになったりするかもしれませんが、車内が静かすぎてあまり会話するような空間じゃないからね。みんなでおしゃべりしながら行きたいとかだったら、コロナが終わってれば普通車かグリーン車でいいんじゃないでしょうか。一人掛けの席でも帽子掛けもしくは上着掛けはこのように2つ設置されているので、1人で2つ上着をかけることもできます。最も2つ上着を持ってきていればですけどね。一人掛け席は何でも2人分あります。この上のハットラック、網棚も5番の A、つまり私の席1個でこんな大きなのを1個丸々使ってしまうことができます。ここに入る荷物の大きさは相当ですけどね。逆に2人掛けの方になると BC 席の人が2人で1個のものを使うということになりますが、それでも十分有り余るぐらいの大きさだと思います。さて、今回もまた乗りますと飲み物の注文と、あとは食事を持ってきてもらいます。また食べるのかよと思うかもしれません。これはですね、また食べるんですけれども、実は行きの時とはメニューが違います。グランクラスのメニューは基本的に東京発であるか東京行きであるかによって中身が変わります。帰りはこういう風な旅行詰め合わせスタイルですね。行きも詰め合わせスタイルでしたけど、なんて言うんでしょうね、こういうのね。それからね、こんなコーヒーみたいな感じのパウンドケーキ。パウンドケーキの味も違うんですね。行きはほおずき味でした。帰りはコーヒーかなと思ったんですけど、これはどうもね、玄米ですね。お米を使っているもの、やはり新潟県産のもののようです。列車は今時速300キロで走っています。もうすでに福島が近づいています。グランクラスに乗っていると車内で注文を取りに来たり、食べ物を開けたり、なんだこれは写真を撮ったりしている間にどんどん時間が過ぎますので、1時間半の移動時間が実際には15分ぐらいに感じられます。さて、私が今頼んだのはハーブティー。これは温かい飲み物としてここに書いてあるんですが、これですね、氷を入れてきてもらいました。私の動画何回もね、見てくださってる方はおなじみかもしれないですけども、アテンダントさんにすいません、この温かい飲み物のハーブティーに氷を入れて冷たくして出していただけませんかとお願いするとですね、やってくれます。やってくれなかったことは今のところないです。結構融通が利くんですよね。それをやってる間にもう福島を通過、早いですよね。時速300キロで通過しました。福島の名物は果物、ガスタンクに果物の絵が描いてあります。あれでね、中学の地理でね、結構得点取れましたね、あのガスタンクのおかげで。手元の飲み物のメニューを見るとこんなことが書いてありました。本日はグランクラスをご利用くださいまして誠にありがとうございます。グランクラスではこれまでの鉄道にない上質かつゆとりある移動空間とサービスを提供いたします。相当自信があるんですよね。お弁当はまるでお正月のご馳走かのような雰囲気です。これ中身は昆布巻きです。バランが入っていますね。昆布巻きの味が他のものについてしまうのを防ぐためにバランを入れておくわけですね。これ見栄えのためというよりも味が移ってしまうのを防ぐために入れるものだそうです。続いて郡山を通過。弁当を食べているだけで郡山まで通過してしまうんですから、もう早いもんですよ。それでね、気づいたんですけど、たくあんが下の方に入ってたんですが、これが非常に美味しくてね、この漬物うまいな。鰹節かな、そういうのまぶしてってだしの味が効いてて食べたことのないようなうまいたくあんでした。ハーブティーもすごい美味しかった。特にね、冷たくすると美味しいんですけれども、今度はね、食べ終わりましたのでデザート感覚でリンゴジュースも注文。そして今度こちらですね、アイマスクを持ってきてもらいました。食べ終わったら、じゃあちょっと休みがてらすいません、いいですか、いただけますかってですね、このブランケットとアイマスクいただくことができるんですが、アイマスクは多分ね、持って帰って大丈夫なはずです。使い捨てになります。ブランケットはさすがに持って帰れないと思いますけど、これをくっつけてですね、ブランケットは実際には枕みたいな感じにして頭の後ろに当てたりして私はよく使いますね。こんな感じですね。と言っているただいまはもうすでに大宮の駅まで帰ってきています。恐ろしい速さです。まだ大宮からしばらくの間、残りのグランクラスを楽しむことができます。最後にお飲み物いかがですかと声をかけていただいたりもしました。もう大丈夫ですけどね。携帯電話の充電がなくなってしまいました。でも大丈夫です。一人に一つずつコンセントがついていますので、心配はいらないでしょう。ちなみにこの辺りでグランクラスのアテンダントさんからご乗車いただきありがとうございましたと、そんな感じですね、挨拶をしていただくことになります。基本的に降りる前に多分アテンダントさんがそれぞれのお客さんに声をかけに来られるんじゃないかな。
左手のマガジンラックのところに雑誌、読み物と、それから先ほど紹介したスリッパなど諸々のものが置いてあります。スリッパは結局ね、なんか使えるかなと思って、私は今回行きも帰りも持って帰ってきました。だから、2つですね。癒やしい感じですけれど、終点の駅に到着した後多分補充されるので、その点は心配ありません。雑誌とスリッパは持って帰って大丈夫です。最後にまだ紹介していませんでしたグランクラスのトイレをご紹介します。トイレ2つあるんですけれども、1つはこのようなバリアフリータイプ、かなり奥が遠いですが車椅子の方にとってはとても便利なはずです。これで閉めます。ボタンで閉めて、その後鍵はですね、このロックボタンを押すか、もしくはこの物理的な鍵をガッとかけるか。飛行機と同じようにこのロックがかかりますと、トイレの中の明かりがパッとついたこと、お気づきだったでしょうか。ロックボタンはね、この便器のすぐ近くのところにもあります。これ便器がまたすごくいいものでですね、こんなに綺麗なのかみたいな。列車の中のトイレなのにホテルのトイレみたいな綺麗さでしたね。流すのも左手のボタンでワンプッシュ、それからこちらにウォシュレットがついています。外国にはこういうのはないんですよね。さて列車は東京のターミナルの2つのうち1つ上野に到着、1人降りていかれました。でお客さんが降りていかれると、グランクラスのアテンダントさんがご乗車ありがとうございましたって声をかけた後にですね、実はこの上の荷棚を開けて、その人が忘れ物をしていないかどうかのチェックをしているのです。で忘れ物があるとすぐに持ってきてもらえるという、実はあまり表になっていないサービスがあります。間に合えばですけどね、その人が姿をくらましちゃってたら無理だと思いますけど、すぐに忘れ物の確認ができるように網棚の中にも確認用の鏡が取り付けられています。で列車は秋葉原の土ネオン群を通過しまして、もう間もなく終点の上野駅です。あっという間の3時間。最後にグランクラスのアテンダントさんがですね、動画を見てくださっている方でして、こんなものをいただきました。これは木のストローですよというふうに教えていただいたんですけども、そんなあるんですか。プラスチックの、廃棄を減らすためにこういうふうな取り組みをしているということなんですけども、これはね、グランクラスの車内で少なくとも言えばもらえるようです。ストローくださいって言うと多分これがね出てくるらしいんですけども、それは知らなかった。いつぐらいからやってるんでしょうね。今回は記念にいただくことにしました。明日8月8日日曜日にかけて関東地方の一部路線で大雨や強風による列車の遅れや運休が発生する可能性がございます。こんなにいろいろよくしていただいたので、ブランケットもね、なんかあんま汚くして返したら悪いなと思って、一応畳んで座席の上に置いておきました。終点の東京駅に到着。この E5 系新幹線は非常にかっこいいですね。僕新型車両ってね正直好きじゃないですけど、この E5 系はねかっこいいと思いますよ。これはいつかもう東北新幹線の伝説になるんじゃないかなと思っている車両ですけども、今後もっとかっこいい、これよりもさらに先の鋭くなった新幹線も出るということだから、これが北へ向かう新幹線の標準となるのかもしれません。新しいグランクラスも楽しみです。どうもありがとうございました。